こんばんは、はるけです。今回はプレミア TOTS のティアリストになります。選手の、強さを5段階で、評価したものがティアリストになってます。で、このプレミアの TOTS、本当に非常にレベルが高い、リーグになっていて、高額選手もかなり、多いんじゃないかなという風に思います。で、今回もですね、モーメントの、カードも、一緒に入れてるので、少しでも楽しんでいただければ嬉しいなという風に思います。それでは、早速紹介をしていきます。こちらがプレミアの TOTS の、ティアリストになってます。C だったり、D はいないという風なことになっていて、B ですね。B に関してはですね、ジンチェンコ、そしてトリッピア、そしてラムズデール、この3名を入れました。ジンチェンコに関してはですね、バースデーのカードから、総合値プラス2という風なことで、基本的にはですね、軽い、サイドバックで非常に持ちやすさがあるような、選手にはなります。その分ですね、やっぱりフィジカル面がどうしても弱さっていうのが、出てきて、しまいます。バースデーのカード使った時もそうなんですけど、やっぱりフィジカル面が、どうしても弱くてですね、そこで取りきれなかったりとか、してしまうので、守備面っていうことを考えた場合には、もっといい、LB っていうのはいるっていう風な形にはなります。ですけど、やっぱり攻撃に出ていった際のパス能力だったりとか、本当に素晴らしいものありますし、ドリブルでもある程度細かいタッチもできるので、前線に上げていく攻撃参加させるような、サイドバックだったら、非常にいいのかなという風に感じます。で、そして次はトリッピアですね、トリッピア。トリッピアもどちらかというとジンチェンコのようなタイプになります。フィジカルはそこまでないんですけど、やっぱりパスとかが、うまくて、できれば上げてあげたい、サイドバックにはなります。身長もね、トリッピア173センチと少し低いので、ちょっとそこのフィジカル面っていうのは、それこそジンチェンコ同様に、少し気になってしまうような、形にはなります。で、あとはこの人フリーキックですね。フリーキックが非常にうまい、サイドバックにはなりますし、もしかするとフリーキックが決まってないっていう方は、この人でもいいのかなという風なところですね。なんで、若干そこの飛び道具みたいな部分はあるんですけど、やっぱり守備面だったりとかはどうしてもちょっと気にはなるところがあるなという風なところ。あとはジンチェンコと比べた場合に、ジンチェンコほどドリブルタッチも細かくは、ないので、そこはちょっと一つ注意かなという風に感じます。で、そして次、ラムズデールですね、ラムズデール。ラムズデール、キーパーなので、なかなか難しいところではあるんですけど、個人的には、願望としてですね、強くあってほしいという風なところですし、試合面によってね、試合によってね、本当にキーパーっていうのは強い弱い変わってくるんですけど、能力的なところでいくとね、ポジショニングがね、少し低いのは若干、自分的には気にはなります。なんで、ちょっとポジショニングがね、悪くて決められてしまうとかっていうのが、ある可能性がね、ちょっと否定はできないのかなっていう風に、感じます。ですけど、ちょっと期待も、ありつつですね、アーセナルのファンの方は、使ってみてもいいのかなという風に感じます。で、そして A ですね。A に関してはですね、ウーデゴール、そしてブルーのギマライス、そして目標で来てますワトキンズ、そしてこちらの目標です、パリーニャ。で、そしてこちらの目標です、三笘。で、そして、TOTS のモーメント、リース・ジェームズ、そして、TOTS、ガブエル・マルティネッリ、そしてカセミロという風な選手たちになります。で、まずはウーデゴールですね。ウーデゴールに関しては、逆足が、2から3にアップグレードされてます。2から3はね、若干、ちょっと物足りないかなっていう風に、感じますし、できれば、4まで上がってほしかった、選手にはなります。でね、他の TOTS の選手と比べても若干能力は低いです。リアクションも80とかしかないですし、冷静さもね、85と少し、現環境だったらちょっと低めの、選手にはなってます。もっとね、冷静さ高くていいんちゃうかなっていう風には思うんですけど、個人的にはそういう風なところはやっぱ大事になってくるので、それこそウーデゴールはちょっと B ランクにしようかなって思ったぐらいの、
選手で、まあ個人的にはちょっとこうギリギリ A みたいな、立ち位置になってしまってます。で、まあウーデゴールの特徴としてはやっぱりめちゃくちゃね、ドリブルがしやすいんですよね。なんでそこがかなりこうプラスの評価として、まあギリ A に入ったなという風なところです。なんで中盤の選手として軽さだったりとか、ドリブルのこうキレだったりとか、あとはペースもね、上がりましたし、そこはいいんですけど、まあ、ですけど、やっぱり先ほど言った逆足3だったりとか、ちょっと若干能力の足りないところがあるっていう、マイナスのところもあるので、まあ、ちょっと、合わない人はもしかすると合わないかもしれないっていう風な形には、なります。まあ、ですけど、やっぱりロマン的な、部分もありますし、まあ、値段安かったりはすると思うので、まあ、ウーデゴールを使ってるっていう、まあ、そういう楽しさっていうのも、まあ、あるかとは思うんですけど、まあ、実力的には、まあ、ギリギリ A かなという風な立ち位置で思ってもらえると、ありがたいなという風に感じます。でそして、ブルーのギマライスですね。ブルーのギマライス。まあ、ギマライスに関してはですね、3-3が変わらなかったですね。うん、まあ4-4とかになってもおかしくはないかなっていう風な話をしてたんですけど、まあ3-3のままということで、そこがね、結構マイナス要素になってしまったかなっていう風に思います。能力自体は本当に強くてですね、ペースもあってディフェンスもできるし、フィジカルもあるし、で、ドリブルも全然軽い、扱いがしやすいような、選手にはなるので、で、かつパスも上手いので、本当に揃って、能力的にはね、本当揃ってるので、あとはやっぱり逆足スキル。そこがね、やっぱ3-3までで止まってしまったっていうのは、ちょっと残念なところかなっていう風に思いますね。もうほんと、ギマライスはそこだけです。もうそこが4-4とかだったら、全然 S と A の間とかにしてましたし、やっぱり3-3っていうのはね、中盤では厳しかったり、しますし、ふとした時にね、めっちゃ強いんですけど、やっぱ、より上のランクに行くっていう風なところを考えると、まあ、ちょっとそこの3-3っていうのは変わってほしかったなっていう風に、思います。で、そして、目標、ワトキンズですね。ワトキンズの場合はめちゃくちゃアップグレをされてます。スキル3逆足4からですね、スキル4逆足5に変更されてます。スキル逆足どちらも、プラス1ずつですね。なんで、まあ、ここに来てですね、非常に、まあ、目標でゲットできる選手のレベルが上がったなというふうに思いますし、まあ、目標でゲットできる選手としてはかなり活躍してくれるような選手になると思います。で、タイプ的にはやっぱりどうしても重たさっていうのはある選手ですね。フィジカルにちょっと特化をしていて、なかなかドリブルとか、細かいタッチとかっていうのはちょっと難しい、選手にはなります。まあ、あとは裏抜けとかもできるようなスピードも、ついてるので、まあちょっとこう、ケインっぽいような形で使えると非常にいいかなっていう風に思います。まあ、全然無課金の方だったりとか、まあ、ティオテスから始めたっていう風な方でも、まあ、エースに、できるぐらいの選手にはなるので、まあ、非常にこう優秀な、ストライカーが、まあ、目標できたかなっていう風に思います。パスはね、そこまで上手くはないので、まあ、そこはちょっと注意が必要かなという風に思います。で、そして、パリーニャですね。パリーニャ目標で、この人も目標で、来てます。で、この人に関してはですね、スピード面、少し遅くなってますし、TOTS の選手として、やっぱり80っていうのは、低いです。能力的には低い。ですけど、まあ、他の、部分は高くてですね、で、そのペースっていうのも、まあ、加速タイプ長いっていうことも、ありますし、それこそ B ランクになるほどの遅さはないかなっていう風に、自分は感じます。あとは身長も高かったり、フィジカルでもゴリれるので、足の長さだったりとかを活かして、まあ、守備戦の選手としては、この人の目標でゲットできるような、レベルの選手ではないなという風には感じるので、まあ、キミスイはちょっと難しいかもしれないんですけど、まあ、プレミアでね、組んでる方は全然いけるかなっていう風にも思いますし、まあ、守備的な選手、もう本当にガツンと取り切るっていう風なタイプの選手にはなるので、スピード面ちょっと遅かったりはしますけど、まあ、先ほど言った通り、B ランクに行くほどの遅さはなくて、加速タイプも相まって、まあ、個人的には、まあ、A かなという風な、ところですね。で、そして、三笘です。三笘薫。まあ、三笘がね、ティオテスで、来たと、いうことで、まあ、SBC ではなくて目標でしたね。まあ、この人も、
パリーニャと同じ目標でゲットできるんですけど、結構大変そうですね。目標の多さがちょっと多いなっていう風に思うんですけど、もっと簡単になんか三笘使わせてくれへんかなっていう風にも思うんですけど、非常に能力高くなってますし、逆足もですね4に変更されてます。3から4に変更されていて、本当にスパサブでもめちゃくちゃ優秀ですね。本当にチームを勝たせられるような、選手として、今作の FIFA でも使えるんじゃないかなというふうに思います。レースも高くなってますし、ドリブルもね非常に高くなってますし、スピードに関してもですねやっぱりより速くなってますし、この人も本当そうですね、目標でゲットできるレベルの選手とか、能力だったりとかではないですね。本当に強く、なってますし、目標でゲットできるっていうことで、時間をかけて、目標をクリアしていけば、一応誰でも、三笘は使えるようにはなるので、嬉しいところかなっていうふうにも思います。あとはディフェンスですね。ディフェンスの能力だったりとか、フィジカルだったりとかもある程度やっぱりサイドの選手としては高いので、ここの三笘でボールカットをしてそこからショートカウンターとか、っていうのも全然できるので、本当に素晴らしい、選手として来たかなというふうに思います。で、そして次はリース・ジェームズですね。TOTS モーメントのリース・ジェームズ。いろんなね、プレミアの右サイドバック、いますけど、ウォーカーがいたりとか、あとは今回来たトリッピアーだったりとか、またはトレント・アレクサンダー・アーノルドだったりとか、プレミアの RB いっぱいいるんですけど、全然トップクラスで、やれるような、選手になってます、リース・ジェームズ。本当に特集をね、ずっと待ち望んでた方も多いと思いますし、自分もその一人、でしたね。普通にリース・ジェームズは、守備面もちろん TOTS でね、高くはなってきてるんですけど、このね、守備能力以上になんかこう、しっかり取ってくれる、そういう風な選手になってます。なんで、個人的には現状、ウォーカーに次いで、プレミアでは2番目に強いサイドバック、にはなるのかなっていう風に、自分は感じますし、あとはチェルシーでね、カンテとか、作った方だったりとかは、よりちょっとこう、チェルシーで組み合わすことが、できるようになったのかなっていう風に、思いますね。なんでそういう風なところで、基本的にはやっぱりこの人も、強くて、若干アグレッション、積極性が低かったりは、するので、なんで自分的には S までにはいかないけど全然十分、やれる、そんな A ランク、にはなってくるかなというふうに感じます。で、そしてマルティネッリですね。続いてガブリエル・マルティネッリ。マルティネッリに関してはですね、スキルが、5に変わってほしかったなっていうのはありますし、もちろん逆足も変わってほしかったんですけど、変わらず4-4でっていう風なところですね。本当にスピードに特徴があるような選手で、かつね、身長も、ある程度はね、ちょっと高いので、そこがちょっと一つ、マルティネリの特徴であり、他の選手、めちゃくちゃ細かいようなね、選手ではなかったりはするので、そこちょっと一つちょっとマルティネリらしさっていうのがあるかなという風に思います。180センチ弱ですかね。なんで、その分、やっぱりフィジカルだったりとかも、ちょっとあるっていう風な、感じの選手にはなりますし、ドリブル能力も非常に高くですね、本当にそれこそ、速いし、軽いしっていう風な、選手にはなる。で、あとある程度フィジカルでも、負けないっていう風な選手。で、かつ、やっぱりそういう風な選手が、シュートも、やっぱりしっかり決めきってくれるような、能力値まで、来てるので、冷静さ90なので、全然普通に決めきることができる。かつ、それプラスパスも、うまいので、視野90、ショートパス90っていう、そこの部分を持ってるっていう感じにはなるので、非常にさすが TOTS だなという風なところで、あとはね、この人のね、いいところは積極性が99、カンストしてるんですよね。なんで、やっぱりしっかり足を出してくれたりとか、よりちょっと寄せてくれたりとか、っていうことができる、そういう風な選手にはなるので、本当に惜しかったですね。スキルだったり逆足とかが上がってれば、よりもうちょっと良かったかなっていう風には思うんですけど、この人も TOTS っていうことで、
まあ非常に能力が高くなっていて、まあ個人的には惜しかったなっていうのがありつつも、まあ余裕で A かなという風なところです。で、そして風見ろですね。風見ろ来ました。まあこれはレアルファンだったりとか、ユナイテッドファンからしても嬉しいんじゃないかなという風には感じますし、まあこの人もですね、比較的やっぱりガシッと、構えて、まあ、相手の攻撃の目をつむという風な、本当に守備線のボランチの、選手にはなってます。視野がね、82と少し低いので、取った後にラストパス一戦みたいなのはちょっと難しいかもしれないですね。まあですけど逆足がね、4にも変更、アップグレードされたので、まあそこはいいところかなっていう風に、感じます。今作ね、最初はね、風見ろ結構使われてはいたんですけど、やっぱりだんだん見なくなってしまって、まあやっぱりペースの部分かなっていう風には思うんですけど、まあ TOTS でもね、84まで上がってきてますし、まあ先ほどのパリーナの時にも話はしたんですけど、この人もね、加速タイプ長いっていう風なことにはなるので、まあほんとペースが速い風見ろっていうのが、まあ TOTS では再現されてるのかなという風に感じます。で、かつやっぱり守備面に関してはね、本当に素晴らしく、高くて、かつこの人はフィジカルも、あるので、本当に対人負けしない、っていう風な、選手にはなります。ドリブルとかは重たいので、まあなかなかこう自分で持っていくとか、まあ細かい、そういうこと囲まれた状況で何かできるっていう風な選手では、ないんですけど、まあこう使い方さえこうしっかり、していれば普通に活躍ができるような、選手にはなるかなという風に思います。で、そして S と A の間にいるのが、ハリー・ケインですね。TOTS ハリー・ケイン。まあ、ケインに関してはですね、やっぱりスキル、だったりとかは上がってなくて、まあ、スキル3逆足5という風な形には、なります。なんで、まあ、使い方としてはですね、これまでのケインと、今作のこれまでのケインと同じような、形です。裏抜けだったりとかが、まあ、主で、そこからまあ自分が受けに来てパスはたくのかっていう風な形にはなるんですけど、得点パターンとしてはやっぱり裏抜けかなっていう風に思います。なんかこうドリブル、ペナ内でドリブルができるようになったとか、っていうことはまあそこまでないかなっていう風に思います。まあもちろんね、軽くはなってたり、能力のアップグレードがあるので、軽くなったり、その使用感のこう扱いのしやすさっていうのは若干はね変わったとは思うんですけど、やっぱりスキルがね3のままなので、なかなかスキルを使ってっていうことは難しいかなっていう風に思います。なんでやっぱりイメージとしてはこれまで使ってた剣を使ってた方だったらわかるんですけど、その使い方そのままに、よりまあ洗練された、ような感じにはなるので、まあ非常に素晴らしいですよね。まあそれこそ本当にケイン使ってた方だったらまあ余裕で使えるかなっていう風にも感じますし、まあ自分的にはね、その使い方がやっぱり強いので、裏抜けをさせとけば。で、フィジカルもね、強いので、本当にフィジカルで負けないんですよね。なんで、多少、こう、無理なボールでも、まあ当ててあげれば、まあケインだったら、こう、なんとかして入れ替わるというか、もうセンターバックからしたらもう無理だよみたいな感じになるので、まあちょっとこう、少しね、ケインを敬遠してた方も TOTS ならワンチャンあるかなっていう風にも思うので、まあ、ちょっと使ってみてほしいなっていう風には思います。まあ先ほど言ったスキルのところだったりとか、またもうちょっとドリブルのところがよりできていれば、まあ自分は S に上げてたかなっていう風に思います。で、そして最後 S ランクですね。S ランクルーベン・ディアス、そして TOTS モーメントバラン、そしてソン・フンミン、そして TOTS サリバ、そしてサラ、サカ、で、そして SBC で、来ました TOTS モーメントサン・マキシマ、そして TOTS ラッシュフォード、ハーランド、デブライネです。まあ S が一番多く、なってると、いうことで、非常に、まあ、プレミアリーグの高さ、レベルの高さを感じられるんじゃないかなというふうに思います。まずはルーベン・ディアスですね。まあシティを支えてきた、センターバックですけど、まあ非常に、強い選手に、なってるかなというふうに思います。まあ個人的にはファンタジーフットを使った時、やっぱり裏抜けの部分
だったりとかでちょっと遅さを感じる場面があったので、まあそこが、ペースが上がってちょっと改善はされてるのかなという風に感じます。他の部分は正直ファンタジーフットで十分だったので、まあ守備面に関しては自分は文句なしです。でこの TOTS に関してもまあそこが上がったっていう風なことで、まあ本当対人のね守備はねマジで貫通しなかったですし、フィジカル負けっていうのも全然なかったので、まあ本当に強い、センターバックにはなるかなという風に思います。あとはこの人ジョッキーがめちゃくちゃ軽いですね。本当に動かしやすい、そういう風なセンターバックにはなりますし、かつ逆足も読んでビルドアップもできる。他のセンターバックと比べても全然こうなんていうんですかね、持ち運んでいけるような、まあ、ある程度のこう軽さも、持ってるので、ほんと攻守にわたってというかビルドアップも全然余裕でできるっていう風な感じの選手にはなります。まあペースがね、上がったっていうのは非常にでかいですし、まあ、大きな改善ポイントやったかなという風に感じます。でそして TOTS モーメントバランですね。まあバランに関してはですね TOTS モーメントっていう、TOTS ではないんですけど、まあそれに次いでっていう風な、感じの選手でありながらもTOTS に匹敵する、もしかすると超えてくる、そんなレベルの、選手になります。もうこれが TOTS なんじゃないかって思うんですけど、まあペースも90、乗っていて、守備面に関しても、非常に強いです。でウィンターワールドカードの88のバランがいたんですけど、まあその時もね自分めちゃくちゃ強かったんで、まあこの TOS モーメントでもえぐい、選手かなというふうに思います。まあバランスがね、少し低くて、まあそこがどうなんかなっていう風な、ところではあるんですけど、ウィンターワールドカードを使った時は全く気にはならなかったので、まあ個人的にはそんなには気にしてないですね。であとはこの TOTS モーメントの凄さはリアクションと冷静さどちらもカンストしてるんですよね、この TOTS モーメントのバランだけなんで、まあそういう風な内部のアップグレード、っていうのがかなりなされてるような、カードにはなりますし、まあフィジカルもカンストしてますし、まあ守備面もね、もちろん強いので、まあ、本当に最強かなっていう風に、思います。まあルーベン・ディアスほど、まあ持ち運んでいく時のなんていうんですかね、軽さはあんまりないですね。速さはあるので、なんかどしどしはいけるんですけど、なんかちょっとルーベン・ディアスより切り返した時とかはぎこちなかったりとかはするので、なんか持ち運んでいくタイプではないのかなっていう風に、感じます。なんでこの人も逆足4なんで、そこの逆足4を活かして、まあ、パスを振り分けたり、するのがいいのかなっていう風に思います。まあ、本当に対人この人も最強ですし、もう空中戦も勝ててスピードもあって、本当に地上戦空中戦どちらも本当に最強レベルの、カードにはなるかなという風に思います。でそして、ソン・フンミンですね、こちらも TOTS モーメントの、ソン・フンミンです。このソンはねやっぱり一ついいところはポジションがね ST もできるっていう風なとこですね。今作のソンのね特殊カードは ST での登録ポジションが、TOTW ではあったんですけど、それ以外の特殊カードはずっと LM、LW しかできなかったんですよね。まあ自分は初期本当にソン・フンミンにお世話に、なってたので ST いやリアルでもやってるけどなって思いながら全然ずっとつかなかった大体ポジションにはなるので、まあここに来て ST ついたっていうのはまあ非常にちょっとスカットに組み込む上ででかいかなっていう風に思います。でもともと逆足5で、スキルが4っていうところはいいですし、決定力が本当に凄まじく高いですこの人は。なんで、まあ、本当に決定力に関しては自信を持って、おすすめはできますし、まあスピードも、ついてるので、まあある程度こう裏抜けをした後にやっぱり逆足号とかで振り抜くっていうことが、できます。あとは意外にもそんなになんかドリブルに関してもめっちゃ重いって感じることはなかったので、まあそれこそジノラとかよりは全然軽いかなっていう風に思いますね。まあケインとかよりも全然軽い、そういう風な選手になります。なんでまあそれこそ中間ぐらいかなっていう風な感じです。なんかケインとか、まあエイブラハムとかレグとか、まあルーク・デ・ヨングとかそういう風なんと、まあ、あとはビニシウスとかネイマールとかそこのちょうど間らへん
で、合わない人はもしかしたら合わないかもしれないですけど、自分は全然、なんか、扱える、レベルのドリブルの軽さだったので、あんまりそこは気にはならないんですけど、ちょっと気になる方はおられるかもしれないですね。ですけど、やっぱりドリブル、そこもしっかり、していて、パスも、うまいので、逆足5ですし、逆足で全然パス出してもいいっていう風な感じの選手にはなります。ケインもね、同様ではあるんですけど、ちょっとスパーズっていう風なことで、ケミはちょっと組みづらいかもしれないですけど、非常にやっぱりソン・フンミン決定力の鬼かなと。いう風に思いますし、ずっと自分使ってきた、選手ではあるので、ST としては本当に最高クラスかなっていう風に思います。スキル5がいらないっていう人であれば、全然ソン・フンミンで十分なので、非常にこの人も強い、選手になってます。で、そしてサリバですね、サリバ。サリバもえぐい。もうえぐい人だらけですね。マジで。サリバに関しても、本当にトップオブトップの、センターバックにはなってますし、全然ルーベン・ディアス、バランに、引けを取らない、そんな選手になってます。逆足は3なんですけど、正直それぐらいですかね。その他は別に全然ルーベンとかバランにも匹敵する、この人も対人強いですし、スピードも全然遅く、ないですし、個人的には非常に優秀かなっていう風に感じます。あとはね、バランとかもそうですけど、やっぱケミがね、いいのが、ありがたいですよね。なんで、そういう風なところで、やっぱスカートにも刺さりやすいっていう風な、感じの選手にはなりますし、若干、やっぱ TOTS なんですけど、ファンタジーフットと比べて能力の上がり幅はちょっといまいちかなっていう風には、確かに、思うんですけど、それでも、非常にサリバも、最高ランクに、ふさわしい、実力を持ってるなという風に自分は感じるので、個人的には S という風な形です。で、そしてサラですね、もうサラです。リバプールから、唯一、TOTS 今作選ばれた、選手ではあるんですけど、値段も、おそらくえぐいと思います。スキルも5に変更をされてますし、そういう風なところで前線として違いをより作れるような選手になりました。裏抜けでスピードを生かしてっていう風な、ことがもちろんサラの特徴だったんですけど、さらに足元で受けてスキルで剥がすこともできるようになったっていうのは、えぐいなっていう風に思います。で、逆足は変わらなかったんですけど、3のままで変わらなかったんですけど、自分はサラはちょっと逆足3.6 とか、ぐらいあるような選手かなっていう風に、体感、感じてはいるので、全然このティオデサラだったら右足で振り抜いてもいいかなっていう風に思います。なんで、やっぱスキルで剥がした後にっていう風な、ところで、かなり強いかなっていう風に思います。そのよりこうサラの強さが発揮できるようになったっていうのが大きいかなっていう風に思います。だってこれまでのサラだったら、スピードを緩めさせたら、ある程度はっていう風な感じだったのが、そっからスキルでのね、加速とか、スキルで剥がされるっていうことが、できるようになってるので、かなりエグいかなっていう風に思いますし、逆足を切ってても全然逆足で決まるので、個人的にはちょっと本当に止められないような、選手にはなったかなという風に感じます。値段はかなり高いでしょうけど、ちょっと当てたい、なという風に思います。で、そしてサカですね、サカ。サカ好きな方は多いんじゃないかなという風に思うんですけど、今作個人的にはサカは、使いやすい、キャラクターの選手でしたし、TOTS で来たっていうのは非常に嬉しいですね。で、サカに関してはリークの動画でも、話はしていたんですけど、逆足がね、5に変更をされました。で、前線をさせてももちろんいいんですけど、決定力高いし、スピードもね、もちろん速くなりましたし、いいんですけど、中盤としてもね、この人は使えるように、なったんじゃないかなっていう風に思います。
パスのうまさ、もともとうまかったんですけど、よりうまくなって、他の中盤の選手にも引けを取らない、パス能力になりましたし、守備に関しても、全然ある程度は、できるような守備能力になりました。2CM でも、この TO でしたかだったらやれるかなっていう風な、ところですけど、一番多分最適は 3CM の一角かなっていう風に、感じます。もしくは前線、かなっていう風には思うので、余裕で CM も任せれるような、選手になりましたね。で、やっぱり、本当にドリブルも軽くて、使用感がいいので、ほとんどの人は、この人使ってて使い心地はいいんじゃないかなっていう風に思います。で、加速もカンストして99に、なったので、本当に前線でね、突破するっていうことも、よりできるようになったかなっていう風に思いますね。サイドで使った時に、やっぱりそこでインターセプトをしてくれて、ショートカウンター、できるっていう風な、そういう風な印象、サッカーめっちゃあるので、やっぱ前線からの守備っていう風なとこでも、非常に優秀やなっていう風に、感じました。普通にやっぱ強いな、全体的に見て強いなっていう風に、思ったので、個人的には、非常に素晴らしいかなという風に思います。全然自分は S に、いてもおかしくない、レベルの選手かなという風に感じます。で、そして SBC できた、サンマキシマですね。TOTS モーメントサンマキシマ。値段的にはね、少し高くはなってますけど、実力的な部分を考えると、個人的には一番上かなという風に思います。ドリブルめちゃくちゃ細かい、さらにダッシュをしてるだけで抜けるスピードを持ってるという風なことで、かつ、やっぱりこれまで、サンマキシマンは、シュートが、決めきることが難しかったりとか、パスが、ちょっとずれてしまったりとか、ドリブルとスピード以外の部分が、そこまで、だったんですけど、そこがやっぱり改善されてるという風なことが非常に素晴らしいかなという風に思います。リアルのね、サッカーでも、やっぱり一人だけね、ちょっと別次元というか違いを作ってくれるというか、そういう風な選手にはなるので、それが、やっぱFIFA でも再現できるような、カードが来たのかなという風に思います。それこそビニシウスレベルで本当に軽いので、ビニシウス、ネイマーレベルで本当にドリブルが軽いし、スキルを使う方だったらマジでこの人止められないですね。スキラーの人からするともうめっちゃ嬉しいカードかなっていう風にも思いますし、先ほど言ったスキルを使わなくても、全然ダッシュでも抜けるので、そういう風なサイドアタッカーとしてはめちゃくちゃ強い、そんな選手にはなってます。前線の選手としてもう全然申し分ないというか、最強クラスの選手にはなるので、個人的にはサンマキシマも S かなという風なところです。で、そしてラッシュフォードですね。TO です。ラッシュフォード。こいつはえぐいよ。能力だけを見てもね、本当にえげついと思いますし、値段的なところで言ってもね、700万。もうえぐいです。もうえぐい。で、逆足がね、この人は3から4に変更をされてるんですけど、そこもかなりやばいですね。そこもかなりやばい。で、一応、なんていうんですかね、ドリブルの感じ的には、本当にジノラとか、あとはカントナとか、ちょっと重たさがあるっていう風な感じの選手にはなるんですけど、ここまで、TOTS のここまで来ると、ちょっとの軽さもあるんですよね。で、かつ、スピードも、ほぼカンストをしてるので、本当に、なんていうんですかね、フィジカルだったりとかも兼ね備えつつ、スキルもあって、それが突っ込んでくるみたいな感じの選手にはなるので、やばいですよ、これは。これ多分、ほんまにバグってますね、ラッシュフォードに関しては。で、それこそ、本当にスキルを使わないっていう方でも、この人も全然いけます。だってスピードが乾燥してるし、で、シュートもかなり上手く、なってますし、逆足4でも、十分に決めきれる、決定力を、持ってます。で、一応この人、ヘディングも、できます。身長186が6あって、ジャンプもね、93あって、ヘディング精度も92あって、全然ヘディングもできますし、相手のサイドバックのキャラクターによっては、普通に競り勝てる、ヘディングでのゴールも奪えるような、選手にはなります。
でもリアクションも冷静さもある程度は伴っていて、パスもうまいのでパスも出せるので、全然ラストパスも通してくれるような、選手にはなります。マジで何でもできる、何でもできるっていう風な、選手にはなります。ちょっとこう最強クラスのちょっと前線の選手が来たなという風なところですね。めちゃくちゃ強い、えぐいと思います。で、そしてハーランドですね。続いてはハーランド。こいつもマジで最強。この人もマジで最強で、逆足が5に変更されてるんですね。TOTY より、能力が高く、さらにこちらの S は逆足が5と、いうことで、本当に TOTY の頃でも逆足4でも全然決まってたので、あんまり逆足5になったとてみたいな感じはあるんですけど、より確実に、決めきることができる、そんな選手になります。で、あとはこの人は、スキルはね、4にはなりましたし、4の技は出せるんですけど、どちらかというとやっぱり裏抜けですよね。裏抜けで相手のディフェンダーをこうフィジカルで倒すみたいな、感じの使い方がよりこう一番理不尽さっていうのは感じられるんじゃないかなというふうに思います。フィジカルカンスト、してますし、リアクションもカンストしてますし、ペースに関してもめっちゃ速いので、決定力は言わずもがなですけど、非常に、強く、なってますし、この人も最強クラスの、選手にはなります。やっぱりスキルはね、必要ではあるんですけど、この人の場合はスキルいらないレベルで本当に強いので、ちょっとぜひとも、自分だけじゃないと思います。赤金で狙ってる、方は多いと、思いますし、ぜひともちょっとこのプレミアのね、TOTS 期間の間に、この人当てれれば、めちゃくちゃ運はいいんじゃないかなっていう風に思います。Y でもね、強さ知ってる方は多いと、思うので、次に行きたいなと思います。で、最後ですね、最後デブライネです。デブライネ。デブもね、TOTY のカードがあるんですけど、一応TOTYとは、総合値は、一緒ですけど、ディフェンスの能力が全然、違います。ディフェンスの能力が TOTS の方がプラス4されてるという風なことですね。で、この人に関してはやっぱりパス、めちゃくちゃうまいし、決定力もめちゃくちゃ高いですね。で、スピードに関しては TOTY と比べるとマイナス1、されてるんですけど、そこまで、の違いはないかなっていう風に、思います。で、ディフェンスの能力がね、先ほど言った通りプラス4されているので、ここは結構変わるかなっていう風に思います。自分はね、全然 Y でも守備はできたので、この S はよりこう守備ができるようになっているということで、本当に攻守にわたって、最強な選手にはなるんじゃないかなというふうに思いますね。で、かつスタミナも99あるというふうなことで、90分持つというふうな感じですね。本当に最強ですよ。もう何をあれすることもない。逆足も5ですし、やっぱ2列目3列目から飛び出していった後の決定力っていうのは本当にさすがデブライネっていう、感じの選手にはなりますし、あとはデブライネのパスだからこそ通ったっていうね、パスも多いので、本当にちょっと最強、この人も最強ですかね。最強が多すぎるんですよね、プレミアはマジで。なんで、デブライネも、ぜひともちょっと欲しい、選手の一人ではありますし、TOTY で当てれなかった分、ちょっとこの S で、当てたいっていう風な気持ちは、ちょっとデブライネも、強いなっていう風に思います。っていう感じで、これがプレミアの TOTS のティアリストになります。本当に、めちゃくちゃ強い選手が多いというか、多すぎるというか、値段が高すぎるというか、いう風な形には、なるので、ぜひともね、ちょっと赤金だったりとか、パックから、出てきてほしいなっていう風には思います。それでは、今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。